にちは、おっちゃんドドドドです。今回の動画はぐらついてた純正ヘッドライトを応急的な意味で社外品に交換してみた動画です。 Amazon で約3500円でした。安すぎたので耐久性はないかもしれません。配線は4本、デイライト用、白色、ハイビーム、緑色、ロービーム、茶色、アース線、黒色となってました。サイズ的には純正のヘッドライトより一回り小さい感じでした。装飾用のライトリム取り外し、どこのメーカーのでしょうか。おっちゃんには分かりません。両面テープでつけてあります。豪快に外れてどこかに行ってしまいました。このライトのリムも純正のサイズなので今回の汎用ヘッドライトには使えません。それにしてもかわいそうなくらいにボコボコなヘッドライトのリムです。純正のリムは約6000円で売ってましたが買いません。余裕ができたら純正のライトユニットごと購入するかもしれません。純正のヘッドライトのカプラーを抜くと8ピンのカプラーでした。何やら面倒くさい予感。青いカプラーが見えています。この青いカプラーはアクセサリー用に電源を取れるカプラーです。おっちゃんの CT125 は購入時に USB 充電ソケットがついてました。使わないので外してみるのもありかな。黄色と水色のソケットは見覚えがあります。 NM4 も同じカプラーでした。ウインカーのカプラーです。配線がごちゃごちゃしてます。今回買ったヘッドライトが少し小さいので配線が収まるか少し不安。こんな感じで純正のハウジングにすっぽりはまりそう。まずは取り外してフィット感を試します。サイズが小さいイコール純正のライトステーは使えないかも。さすが純正。配線の断線を防ぐためにしっかりと取り付けしてあります。購入した汎用ヘッドライトは絶対に暗いはずなのでフォグランプでもつけてみようかな。というかその前にドライブレコーダーもつけておきたい気もします。もうすでに通勤に CT125 は大活躍してますが、実は無理な幅寄せや無理な追い越しのもう少しで事故しそうな目に何回か遭いました。大体は年配の方ですが、信号待ちで並んでお話を聞いてみると前をちょろちょろと邪魔ですとおっしゃってました。ごもっともなご意見をありがとうございます。話がそれてしまいました。やはり汎用ヘッドライトは純正のライトステーにつかないようです。なので延長用の短いステーを作ります。左右2枚作ります。薄めの鉄材ですが今のところ不具合は起きていません。ホームセンターの鉄材もおっちゃん的にはバイクのカスタマイズパーツです。鉄材を合わせてみると奇跡的にジャストフィットな幅でした。削って調整する手間が省けました。続きまして固定用の穴を開けます。最近はドリルスタンドで穴を開けるので作業の効率も上がってきました。とは言っても本物のボール板にはかなわないのです。おっちゃんとても欲しいです。 NM4 のカスタマイズも放置して通勤用のバイクを修理。少ないお小遣いでやりくりが厳しくなってきました。延長ライトステー完成。ライトの取り付けが M8V だったので取り付け箇所には M8 の穴を開けております。ぴったり。どうやらうまく取り付けできそうです。鋼軸の調整も角度を変えることでできそう。軽く締め付けて具合をチェック。数センチメートル前方にライトが出る感じですがそんなに違和感はありません。ヘッドライトの固定の問題はクリアできたので次は配線の問題に。このカプラーに合うオスのカプラーをどうやって探そう。切ります。ギボシ端子がたくさん余ってるのでギボシ端子で決線します。
配線が細くてよく見えませんが8本あります。ヘッドライト側は4本です。配線図を確認してみました。3箇所バイパスすればうまくいきそうです。ハイビームのスイッチやメーターのハイビーム用のインジケーターランプの分岐の配線です。手持ちの配線で分配コードを作りました。一色のケーブルで作ったので差し間違いに注意が必要です。何か目印をしておきましょう。差し間違えるとヒューズが飛びます。デイライトのオレンジ色は違反色なので今回は使いません。それでは次に購入したヘッドライトを分解します。やはり安いだけのことはあります。基板も配線もむき出しです。洗車するだけで壊れそうです。簡易的にシリコンスプレーでも吹きつけて様子を見ます。分配コード決線完了。本体側の配線にもギボシ端子をつけました。ライトのハウジングが少し小さめなので配線がうまく収まるか心配です。こういう時は粘着ゲル両面テープで配線をハウジングに貼り付ければ簡単に固定完了です。配線の断線防止にも役立ちます。なんとかうまく配線が収納できました。工軸の調整もあるので軽めに固定します。ヘッドライトの点灯テスト。ロービームもハイビームも大丈夫そうです。ハイビームのインジケーターもちゃんと点灯しています。さてヘッドライトがひとまず完成したので気になっていたパーツを作ります。使わなくなった折りたたみベッドを分解、骨組みを再利用してクランクバーを作ってみたいと思います。適度な長さでパイプをカット。アッパーホルダーにスマホホルダーをつけてましたが少し邪魔な感じだったのでクランプバーを作って位置を移動させたいと思います。ネジロッドを購入。パイプを両側から挟み込む感じにしてみます。長さが決まったので切断するための印をつけます。大体のクランプバーの設置箇所は決めましたがステーをどんな形に作ろうかちょっと悩みどころ。ライトステーの上部に穴を開けて固定したいのでそれなりに強度も欲しい感じです。切断した箇所もヤスリで角を研ぐとナットも通るように。大まかな形ができました。あとは取り付けるためのステーを作りたいと思います。溶接の角度がずれたらクランプバーが曲がってついてしまうので注意しなければ。雲も頑張れと応援に来ました。適度な長さで鉄板を切断。こんな感じで溶接して取り付けたいのですがここで溶接すれば間違いなさそうですがライトステーが焼けてしまいます。どうしよう。一旦置いておいてまずはパイプを仕上げてみます。中心が合わず固定に苦労するのでワッシャーをパイプに溶接してみます。パイプに穴が開いてしまいました。いつもながら溶接は難しい。何回か溶接を繰り返して穴を埋め研いで表面を滑らかに。これで取り付けも正確にクランプバーっぽくなってまいりました。ついでに印をつけてステーを仮止め。そして本溶接うまく溶接できました。次にグラインダーで研いだだけなので塗装前の下処理にサーフェーサーを吹きつけます。べっとり吹きつけました。塗装が乾いたら小傷を隠すためにパテを塗ってみます。ネジロッドも錆びると厄介なので錆び止めに黒く塗装しました。こんな感じで傷隠しラッカーパテを塗りました。完全に乾いたら研いで仕上げてみたいと思います。そういえば
最近は塗装をしていなかったので手順を忘れそうでした。パテをつけて研いだ後はもう一回サーフェーサーを塗った方が仕上がりが綺麗。これはもう一回塗った方が良さそうです。ささっとサーフェーサーを塗って仕上げます。しかしエアーコンプレッサーもエアーガンも買ったのに未だに缶スプレーを使っているおっちゃん。でもまあ少量を使いたい時は経済的かもです。うまくサーフェーサーが吹き付けできました。土台のステーはまだ研磨して仕上げていませんが、取り付けた感じを見るために装着。ライトとのクリアランスも良い感じだったのでこのまま作業を進めます。穴を開ける箇所に大体でマーキング。こんな感じでしょうか。そして穴開け作業。おっちゃんの激安補強ドリルスタンドもしっかり役に立ってます。まずは小さい穴から下穴を開けて失敗する確率を減らします。たまに注油。このドリルも激安でしたが、もうちょっと高性能なドリルも欲しくなってきました。物欲が強めのおっちゃんです。さて次は失敗が許されないヘッドライトステーの穴開け準備です。ヘッドライトのステーはアルミ鋳造なので衝撃に弱く、割れたり欠けたりするので穴開けは慎重に作業を進めます。ポンチ作業もいつもより軽めにアタック。アルミが割れたらおっちゃんは修理できません。そして慎重に 2mm のドリルで下穴を。ステーの鉄材には思い切りドリルします。笑い。という感じで M6 のボルトを通す穴が開きました。ボルトを通してみると思ったよりも隙間がなく、ホームセンターで一番短いボルトを買ってきてなんとかなりました。装着良い感じです。ついでにスマホスタンドも取り付けてみました。 NM4 に取り付けていたお下がりです。装着の具合も良かったので仕上げにかかります。余ってた缶スプレー、艶消しの黒で塗装します。これで見栄えも少しは良くなりました。ステーの方も塗装、まあ錆びなければ良いのです。そして装着、しっかりステーを固定できたし、見た目もそれほど違和感がなかったので良い感じです。完成画像。ちょうど良い感じでメーターの横にスマホスタンドが収まりました。前から見るとこんな感じです。フレーム修正も NM4 のカスタマイズも中途半端で止まってるおっちゃんドドドドの動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。